はいどうも田舎もんです。お久しぶりです。前回ね床下に入ってる木材をある程度は出していったんですけども、こんな感じでねまだまだ残ってるので、今回はねこの続きをやっていこうと思います。こういう風にね、床下から木を出していくんですけども、見てもらったら分かるようにね、ことごとくねシロアリに食べられてます。でこの画面のね下の方でこうブラブラーと揺れてる木ですね。これね傷んだ土台をカバーするためにつけてあるだけなんですよね。でこんなグラグラで、これ土台ですよ、家の。まあでもこれでもね家が建ってられるんで、まあなんとかなるかなっていう感じですね。で床下現状こんな感じですね。こういう風にね、まあちっちゃい木から大きい木までいっぱい残ってるわけですね。これをねまあ地道にね出していくのが今回の作業になってます。この辺はね床板を以前剥がしていたので、まあ手が届くのでね良かったんですけども、まあそれにしてもすごい塵ですよね。それにしてもね、こんなに大量の木材を逆にどうやってこんなに奥まで入れたのかっていうのがね、若干不思議なんですけども、この画面の奥なんですけども、もう本当にね、大量にまだまだ残ってるんですよね。この奥も。で、これもね、竹とかも入ってるしね。で、このね、床下張っていけるかなと思ってたんですけども、横にね、この太い木走ってるんですけども、この下をね、どうしてもちょっとくぐれないということで、やっぱりね床板剥がしていかないといけないなと、そういう結論になりました。これでねだいぶ作業の方がやりやすくなったんですけども、ちょっとねカメラと僕の顔が近いので、こう吐息というかね、はんはんっていう声がね聞こえちゃってるかもしれないんですけども、まあその辺はねちょっとご容赦ください。まあね、実際こういう風に作業してみて思うのは、こう張ってね、地面を張って作業するっていうのは思ってる以上にねしんどい仕事やなっていうのはね分かりましたよ。こういうのねプロのシロアリの業者の方とかはやるわけですからね、まあ、ちょっと高いなっていう気持ちもしますよ。実際20万30万しますけどね、それでもまあお金があるんやったらね、払った方がいいなって、そういう風にね思ったりしますよ。でなんか一人でブツブツ言うてますけども、床下に潜って初めて見えたね、玄関の方なんですけども、もう大量の木が見えたんで、もうびっくりしてね一人でブツブツ言うてます。で今更なんですけどもね、防塵マスクを持ってるのを忘れてました。でこれをちゃんとつけてね作業しようと思います。っていうかね、これまでね凄まじいゴミの物置を掃除したじゃないですか。あの時ね僕適当なマスクつけてね、しかも鼻を出して作業してたんですけども、しばらく咳が止まらなくて、やっぱりねこういう作業するときはちゃんと防御をねしないとダメだなっていうふうに思いました。で出した木をですね、まあある程度保管していくためにですね、例のごとく石をね一応下に置いてあげて保管しやすいようにしていってます。やっぱりね地べたに置いちゃうと、まあなんぼ腐った木って言ってもね、なおさらね、腐っていくし、虫も湧いてね後々面倒なことになっていくんで、なるべくね風通しがいい状態で置いてあげたいなとは思ってます。まあ1本ぐらいはね落ちても気にせずいきましょう。でこういう作業をねひたすら繰り返していくんですけども、もうこういうね木くずがね大量にあるんで、これもね地道に出していってはおるんですけども、なんともねやりがいない仕事でね、
もう終わりが見えない感じですよ。ちょっとぼーっとしたりね、無駄に掃除してみたり、足についたくっつき虫をね、取ってみたり、どうしようかなーって思いながらね、ちょっと休憩がてらやってますけども。で、こちら家の土台ですね。先ほどちらっとお見せしましたけども、こんな感じでね、かなりシロアリにやられてるんですね。これもやっぱりね、床下にあんだけの木を置いてたらね、まあこういう風になるよねっていう感じなんですけども、まあ土台のことは一旦置いといてですね、このね、床下の木くずとかね、そういった細かいゴミをね、やっぱ気持ち悪いんで、なるべくね、出していこうと思います。で、こういったものはね、もう分別とかもできないので、もう裏庭に持って行ってね、土に返そうと思います。この下にもね、大量の木材が眠ってますので、まあ、出しやすいようにね、もう床板、できるだけね、剥がしていこうという風にしました。こんな感じですね。もうほんとため息出るでしょう。まあでもね、これを地道に、まあやるしかないですからね。もう金がないなら自分でやるしかないと。とはいえね、こうやって床下潜ってると目の前でね、ムカデが張ってたりするので、僕もね、結構ビビりながら本当にね、やってるんですよ。ここもね、まあ入っていくべきなんだけど、もうちょっと怖くてね、ああ、怖えなーと思いながらね、作業してます。ここはね、玄関の下になるんですけども、ちょっとこっちからね、入って物出すのはちょっと辛いので、これは後回しにしようと思います。で、こちらはですね、家の北側に向かってカメラを置いてるんですけども、こっちはね、なんとか手を伸ばしたり、張っていけば、キーを出していけるので、ちょっとね、頑張って出していこうと思います。で、この床板を止めていた釘ですね。これが残ってるので、そのうちね、僕のお尻に刺さるイメージがすごい頭によぎったので、今のうちにね、外すなり、ねじ込むなり、まあ、対処しておきました。で、これはね、玄関の上がりかまちっていうんですかね。その上に新しくね、据え付けられたキーがあるので、外していってるんですけども、ところどころね、ネジ穴舐めて、後々めんどくさいことになるんですけども、まあ、これを外さないとね、床板を外せない構造になってまして、これもね、トイレへつながる手すりになってるんですね。で、まあおそらくね、高齢の方が暮らす上で不便だったんでしょうね。玄関もね、昔の家ってすごい高いですからね、これも段差になってるんですね。階段みたいなもんですね。で、これがまたね、しっかりした作りでめちゃくちゃ重たいんですよね。もう僕、非力なんでね、これ運ぶの結構偉かったですよ。で、問題のね、玄関の床下の木材はね、こんな感じになってます。これね、危うく捨てそうになったんですけども、この玄関用のはめ板ですね。これはね、置いときました。こういうね、杉の皮っていうのは昔は瓦の下に引いてたのかな、屋根に使ってたそうなので、まあそういう意味で置いてたんでしょうね。
ただね、これムカデの大好物なんで、まず撤去しましょう。で、ついでにね、もう手すりも外していきました。これがね、ちょっと面白かったんですよね。玄関の横にこういう引き出しがね、ついてて、中身はね、もうホコリだらけなんですけども、何を入れるためのもんなんでしょうかね。なんかワクワクしますよね、こういうのね。こんな感じでね、玄関がかなりスッキリしました。で、ちょっとね、ビデオのトラブルで撮れてなかったんですけども、もう床板ね、もう剥がしました。床下はこんな感じですね。で、画面の真ん中の方に今映ってるのが、土壁ですね。昔ながらのね、竹で編んだやつですよね。それが映ってますね。で、ここですね、動物が通ったようななんかね、穴があってちょっと気になりますね。ちょっとカメラにね、収めれなかったんですけども、何かのね、糞がここに落ちてました。で、玄関の床下ね、入ってみると、こんな感じになってました。ここもね、先ほどと同様に、こういうね、木とか木くずをね、外へ全部出していく作業になります。で、作業しにくいのでね、もう思い切って床板を剥がしていったんですけども、これね、一瞬蛇の抜け殻かなと思ってビクッとしたんですけども、ただのホコリでした。もうね、永遠にこれ終わりませんよ。キリがない。とはいえね、今これやっとかなくちゃね、次に掃除するのって多分ね、ほんと10年後とか20年後とかね、そういう話になってくるんで、自分がね、納得できるまでね、綺麗にしていこうかなと思います。こんな感じでね、今日の作業は終了になりました。まだまだね、この地面汚いんで、本当にね、時間かかりますけども、できるだけね、綺麗にしていこうと思います。で、これね、床下にね、こういう岩がね、大量に積んであるのがありまして、この謎がね、解けましたので、それはまたね、次の動画で一緒に見ていただこうと思います。今回もね、最後まで見ていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございました。面白かったら、ぜひ高評価、退屈だったら低評価の方をお願いします。そしてね、続きも見たいよっていう方はね、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。